皆さんこんにちは。プッティモンキーレンチのお時間です。今回はアフターエフェクツ基礎編の卒業課題最終回となります。前回までで全てのカットの作成が完了したので、あとはカット全体の雰囲気を変えるためにエフェクトを使った加工とテクスチャーを合成したいと思います。では早速作っていきましょう。メインコンポを開きます。今まで作成したカットを順番に並べておきましょう。まずは調整レイヤーとエフェクトを使って図形の輪郭に加工を施します。少し分かりづらいのですが、加工前と加工後はこのようになっています。図形や色の輪郭に細かくノイズが乗り、手書き感のある質感に加工することができます。では一気に全てのカットに効果を追加したいので、調整レイヤーを使用します。コントロール、オルト、Y で調整レイヤーを作成します。そのままエフェクトのタービュレントディスプレイスを適用します。タービュレントディスプレイスはノイズを使用してイメージに歪みを与える効果を持ちます。エフェクトを適用した段階ですでにイメージが歪むので効果がわかりやすいですね。ノイズのサイズ感や量、複雑度などをコントロールしてイメージを加工していきましょう。エフェクトコントロールを見ていきます。まず変形です。この項目では使用する乱流の種類を選択することができます。時間がある方はいろいろと変更して種類による歪み方を確認してみてください。今回は初期のタービュレンスのままにしておきます。次に量です。こちらの値を高くするほど歪みを大きくすることができます。一旦初期設定のままにしておきます。他の項目を設定した後にイメージを見ながら数値を決めたいと思います。次にサイズです。こちらは歪ませた際の波の大きさを指定するイメージです。値を大きくすると波も大きく広くなります。今回は細かい歪みを加えたいので最小値である2としておきます。だいぶ完成のイメージに近づいてきました。では次にオフセット。今回こちらは特に設定する必要はありません。項目の役割を知るにはタービュレントディスプレイスの内部で行われている処理について軽く知っておく必要があります。タービュレントディスプレイスでは歪みを加えるために内部でフラクタルノイズのようなものが使用されています。そのノイズをもとにイメージに歪みを加えているということになります。オフセットの項目ではその内部のノイズの位置を指定するのに使用します。歪みをアニメートさせたり、ノイズの位置を変更してイメージを変えたい場合などに使用します。次に複雑度。こちらも重要な項目となります。複雑度では乱流の複雑さを設定することができます。値を小さくするほど歪みが滑らかになり、大雑把な見た目になります。値が高いほど歪みの複雑度が上がり、細かいノイズの表現を作ることができます。今回は複雑な方がイメージに近いので10としておきましょう。では再度量の項目に戻ります。量の値をドラッグしてみて良い見た目を探ってみましょう。あまり値を高くしすぎるとイメージが壊れてしまうのでほどほどに調整しましょう。特にテキストは影響を受けやすいです。加工によって文字が読みづらくなってはダメです。目安として文字が読みやすいかどうかで判断するといいと思います。しっかり画面を確認しながら量の値を決めるようにしてください。私は20としておきます。では最後に歪みをアニメートさせたいと思います。歪みをアニメーションさせるのは展開を使用します。展開にエクスプレッションを使って時間経過による歪みの変化を加えましょう。オルトを押しながらストップウォッチをクリックします。エクスプレッションはタイムアスタリスク40とします。ここの数値はお好みで変更してみてください。これでエフェクトによる加工は終了です。では次にテクスチャーを作成して合成してみます。テクスチャーはフリー素材などを利用するのが一般的で手っ取り早いです。他にも自分で撮影したテクスチャなんかもオリジナリティがありいいかもしれません。素材を利用したテクスチャ合成はいろいろな方が紹介されています。英語だとベン・マリオットさんや以前に紹介したモーションデザインスクールのチャンネルでも解説されています。日本語での解説がいいという方はモーグラフさんがおすすめです。フリーテクスチャーの入手先も紹介してくれているのですぐに活用できます。説明欄にリンクを貼っておきますのでぜひチェックしてみてください。私が今回解説するのはフラクタルノイズを使ったテクスチャーの作成です。正直面倒ではありますが、オリジナルのノイズを作成するのに少しは役立つかなと思います。一度作ってしまえばプリセットにも保存できるので、
自分のオリジナルテクスチャーを増やしていきます。では作ってみましょう。まず新規コンポジションを作成します。名前をテクスチャー01としておきます。サイズはメインコンポと同じにして、デュレーションは30秒としておきます。コントロール Y で新規平面を作成します。では、エフェクトのフラクタルノイズを適用しましょう。パラメータを調整して、細かいノイズテクスチャを作ってみましょう。エフェクトコントロールを見ていきます。まずはコントラストを150にし、明るさをマイナス68とします。細かいノイズとしたいので、トランスフォームのスケールの値を低くします。私は 1.5 としておきます。これで細かいノイズはできました。時間経過によりノイズの表示を変化させたいので、作成したノイズをランダムに動かしていきます。トランスフォームにあるランキニュードオフセットにエクスプレッションを使用して動かしてみましょう。オルトを押しながらストップウォッチを押します。エクスプレッションはランダムを使用します。R、A、N と打つと予測でランダムが出てくるので選んでください。次に丸括弧内に角括弧を作ります。これはランキデュのオフセットの値が X と Y の2つの軸に分かれているので、それぞれに数値を指定してあげるためのものになります。では、角括弧内で数値を入力します。X、Y ともに同じ数値でいいので500と打ち、その後コンマを押し、再度500と入力しましょう。これでノイズはランダムに位置を変えるようになりました。この細かいノイズであれば、ランキニューのオフセットだけでも十分ランダム性を確保できますが、一応展開も動かしてよりランダム性の高いノイズに編集しておきます。展開のストップウォッチをオルトをしながらクリックします。エクスプレッションはタイムを使います。タイムアスタリスク100としておきます。これでノイズテクスチャーのベースが完成です。ではもう少し加工していきましょう。次はタービュレントディスプレイスを適用し、少し歪みを加えてみます。エフェクトコントロールで設定していきましょう。まず量を35とし、サイズは70とします。複雑度を10とし、乱流が複雑になるように設定します。細かいノイズだけだったものに歪みを加えたことで、さらにランダム感が追加されました。ではさらにエフェクトを追加して完成させましょう。再生してみるとわかりますが、現状だとノイズのアニメートがかなり速いので、合成した際に目立ってしまいそうです。フレームレートを落としてコマ送りのような効果を付け加えたいと思います。エフェクトのポスタリゼーション時間を適用します。ポスタリゼーション時間は特定のフレームレートに固定するエフェクトです。現在のコンポジションのフレームレートは30ですが、エフェクトでフレームレートを無理やり下げることでコマ送りのような効果を加えることができます。ではエフェクトコントロールを確認しましょう。フレームレートという項目を調整して見え方をコントロールします。数値を下げてみてどんな効果があるか実際に再生し調整してみましょう。私は4としておきます。一度再生してみましょう。これでテクスチャー用のノイズが完成しました。ではメインコンポに戻りましょう。先ほど作ったテクスチャーをメインコンポの一番上の階層に配置します。配置できたら描画モードをスクリーンに変更します。これでテクスチャーの質感が映像全体に乗りました。少しテクスチャー感が強いと感じる場合は T を押し、不透明度のプロパティを表示させ、値を下げて弱めてみるか、テクスチャー作成に使用したフラクタルノイズのコントラストや明るさを調整してみてください。では最後にもう一つのテクスチャーについて解説しておきます。今回は描画モードをスクリーンで合成しています。スクリーンということはノイズの白い部分が映像に合成されている状態です。なので映像でもともと白い部分や明るい箇所にはテクスチャーの質感が乗らない、もしくは乗りにくいといった状態です。白い部分にもしっかりテクスチャー感が欲しいという場合も見ておきましょう。まず先ほど作ったテクスチャーのコンポジションを作成して編集します。プロジェクトパネルでテクスチャー01のコンポを選択してコントロール D で複製します。必ずタイムライン上ではなくプロジェクトパネルで複製するようにしましょう。なぜプロジェクトパネルで複製しなければいけないのかがわからないという方はプリコンポーズについて詳しく解説している動画があるのでチェックしてみてください。
ここの仕組みを理解しないまま進めると必ず痛い目に遭いますので注意しましょう。では複製されたテクスチャー02をダブルクリックして開きましょう。レイヤーを選択してエフェクトコントロールから編集していきます。今回作るのは黒いノイズです。映像の上に合成すると白いノイズ以上に目立つので、先ほどよりもまだらなノイズに加工します。フラクタルノイズのコントラストを350にし、明るさをマイナス165としておきます。スケールを6に変更して完成です。ではメインコンポに戻ります。テクスチャー02をメインコンポの中に入れましょう。今回は黒いノイズを合成したいのですが、現状だと先ほどと同じで細かいノイズ部分は白色となっています。反転させて白と黒を逆にしましょう。エフェクトの反転を適用します。これで明度が反転し、細かいノイズ部分が黒くなりました。では描画モードを乗算に変更しましょう。乗算はいわゆる掛け算です。この描画モードにすると色を掛け合わせたような結果が得られます。主に使用されるのは影の合成などです。今回はノイズの黒い部分をイメージに合成させたかったので乗算にしました。乗算ではテクスチャーの白い部分は反映されないので、暗いものを合成したい場合に適した描画モードと言えます。映像の白い部分を見ると分かりやすいですが、黒色のノイズは目立ち、映像の邪魔になりかねないので、不透明度をコントロールしてなじませましょう。私は不透明度を 50% にしておきます。これで完成となります。今回はフラクタルノイズを使用してオリジナルのテクスチャー素材を作成しましたが、フリー素材などのテクスチャーを使用すると雰囲気をガラッと変えることができます。先ほど紹介したテクスチャー合成のチュートリアルもぜひ試してみてください。これで After Effects 基礎編の卒業課題は終了となります。お疲れ様でした。長い動画に最後までお付き合いいただきありがとうございます。今回の動画を合わせて今までアップした動画は40本になります。この40本を最初から最後まで見て、試して学習して、ようやくスタートラインへ立てるといったイメージで動画を作成してきました。基礎編を最後まで見ていただいた方は、今までとは違い、他の方のチャンネルのチュートリアルを見た時に、今まで気づかなかったことに気づけたり、見えるものや考え方が変わってくるはずです。仕組みはわからないけど、当然のように使っていた機能なども、なぜそれを使用したのかがわかるようになってくると思います。そうなると狙った絵を作りやすくもなりますので、ここからの成長速度もぐっと上がると思います。もしつまずいたりわからないことが出た場合は、ぜひこのチャンネルに戻って復習してみてください。最近は SNS などで After Effects を最短1ヶ月で習得とかマスターするとかの文言を見たりしますが、そんなことは基本的にありえません。不可能に近いでしょう。もしそれが可能な人は元からベース知識がある人です。このチャンネルで紹介した機能はたくさんありますが、それでもほんの入り口でスタートラインに立てた程度です。何かを学ぶというのは時間がかかるものです。周りに流されず焦らず、じっくり自分のペースで頑張ってみましょう。継続することが重要です。では基礎編はこれにて終了です。またお会いしましょう。さようなら。